学校では習わない変わった偉人3選。チャールズ・ダーウィン。種の起源を発表し、自然選択による進化の理論を提唱したダーウィン。種の起源の中では、生物が進化する過程を木という形で表現されています。この木には、生物が共通の祖先を持ち、新しい種が分岐してできていく様子が示されています。そして、生物はそれぞれの環境に適応して変化、つまり進化していくことが重要だとされました。医者の家系の父とウェッジウッド家出身の母との間に生を受け、裕福な家庭に生まれました。幼い頃のダーウィンの成績は普通。そして、学業よりも昆虫採集や射撃に熱中していたそうです。家業を継ぐためにエディンバラ大学に進学し、医学の道に進みますが、当時の麻酔なしの手術を見て、手術で流れる血と患者の苦しむ姿が耐えられなかった。幼い時から昆虫や動物が好きだったこともあり、医学よりも自然科学への興味を深め、特に生物学に熱中するようになりました。昆虫採取に熱中するダーウィンを見た父親は、医者になることを望んでおり、あまり肯定的ではなかったとか。生物学者としての業績に加えて人間味に溢れていたのですね。レオンハルト・オイラー。18世紀を代表する数学者。数多くの数学記号や図を作ったとされる人物。その天才っぷりは常軌を逸していて、およそ50年の間に約800本以上の論文を執筆したとされています。そして何より一番強烈なのは、オイラーがあまりに多くの学問に精通しているということ。解析学、数論、幾何学、数理物理学と、その研究内容は多岐にわたり、多くの定理、公式を提唱しました。例えば、幾何学においてはオイラーの多面体定理と呼ばれる性質があり、整数論ではオイラーの定理を学びます。電気工学では、オイラーの公式のおかげで回路の解析を行うことができ、プログラミングを使ってシミュレーションを行う人はオイラー法を使うでしょう。解析力学では、運動方程式をオイラー・ラグランジュ方程式から導出することができますし、マクロ経済学を学べばオイラー方程式があります。社会学でネットワーク理論を学べば、オイラーが基礎を築いたグラフ理論が現れる。と、数学的才能の驚異的な広さと深さを感じます。こんなに多くの分野で重要な業績を残し、多方面にわたる知識と洞察力を持った人物はなかなかいませんよね。まさに天才と呼ばれる偉人と言えるでしょう。ガリレオ・ガリレイ。天文学について数多くの研究を行ったことから、天文学の父と呼ばれた天文学者であり、物理学者です。地動説を唱え、それでも地球は動いていると呟いたとされることでよく知られていますよね。ガリレオは太陽や惑星などの天体が地球を中心に回っているという天動説が常識の時代に、それでも地球は動いていると、地球や他の天体が太陽を中心に回っているという地動説を曲げずに唱えました。しかし、聖書でも天動説を支持する文言が書かれていたので、ガリレオは異端者として異端審問にかけられてしまいます。でもガリレオは自分の考えは正しいと研究を止めることはありませんでした。また晩年、失明後も彼は研究を続け、盲目の状態でも著作を執筆したのです。自分の信念を曲げずに貫き通す強さも必要だなと考えさせられます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。